今回はコメントで教えていただいたこのスタンパーを使ったフレンチネイルやっていきたいと思います。で実はこのスタンパーですね、昨日買って今日届いたんですけれども、こんな感じのスタンパーなんですけれども、上がゴムになっていて、ここから覗いてペタンとやっていくタイプのものなんだと思うんですけれども、外国の方の動画を見た時にこの浅めのものが私は見たんですが、深めのものと浅めのものを2種類と、あとはもう一つシートを使ってペタンとやってペタンとやるものなんですけれども、その両方をですねやっていきたいと思います。じゃあまずこっちのタイプの深い方からやっていきます。ラインをしっかり出していきたいので、通常のフレンチをやっていく時と同じようにですね、アート用のジェルを使っていきます。でジェルを取ってもらって、ここにですねジェルを塗っていくんですが、深めのフレンチにしていくので、ちょっと横広に取ってもらうといいと思います。これくらいです。コメントで教えてもらったんですけれども、この皮膚をカバーするボンドがあるらしいんですけれども、ちょっとまだ買ってないので、この100均のマスキングテープでこの周りに貼って保護していきます。まずこんな感じで貼ってもらってなんですが、この横ら辺もちょっと深めなのでつくといけないので、横のところにも重ねます。はい、こんな感じで貼れたのでポンポンしていきます。ちょっと深めにしていくので右側から行くんですが、この辺から上から下にクイッとで、一旦この辺でちょっとストップして、今度は反対側ですね。一度で端から端までいけるといいんですけどね。で今度は真ん中あたりに、ちょっとこっちから見にくいんですけども、あとはカーブをきれいに調整していく感じですね。当然ですが、スタンプを押す力を均等にしないと綺麗なラインにならないんですよね。微調整していきたいので、これちょっとまたくしゃくしゃになっているので、またこうやってまっすぐしてもらうといいかなと思います。こんな風に丁寧にやるのも大事かもしれないんですけれども、やってみて気づいたのが、やっぱり歪んでしまったものを微調整していく方がちょっと難しい気がするので、一度で均等な力で端から端までクイッという風に言っていただくのにですね、慣れていただいた方が綺麗なラインになる気がしました。今の形がですね、ナチュラルな形に私整えているので、ポイントの形にしていただくと深めのフレンチはすごくかっこよくなってくるんですけれども、でこんな風に正面から見ると結構いい感じに見えるんですけれども、横から見るとこんな風にやっぱりフレンチのこの山の部分ってすごく大事になってくると思うので、ここの部分がやっぱりスタンプだとなかなか綺麗につかないなと思いました。なのでちょっとここはスタンプでできないので、細筆を使って山を足してあげたいと思います。じゃあテープを外してやっていきます。じゃあ山を足します。本当は今ここの部分ですね、一番下で整えていくのがいいんですけれども、スタンプでやった分ですね、ここが膨らんでいるので、ここを下のラインに揃えていくと正面から見た時にですね膨らんで見えてしまうので、あえてこの上の部分でつなげていきました。ちょっと全然違ったので、正面から見て高さを合わせていきます。はい、こんな感じなんですが、普段やっていく深フレンチもですね、結構これ深めなんですけれども、これくらいで取っていくことが多いので、なんとかスタンプでもできました。じゃあ次に私が見た外国の方の動画では浅めが多かったので、それでですねやっていきます。じゃあ短めやっていきます。さっきと同じようにですね、またここに短いのはこれくらいで大丈夫だと思います。じゃあ短いバージョンやっていきます。浅めのフレンチだと距離が短い分、力加減をですね均等にしてやりやすい気がしました。で反対側の高さ、最後ちょっと微調整します。慣れていないのでちょっと何回かやったんですが、慣れれば結構1回でいけると思います。ですがやっぱりこの山のところが浅くても気になってしまうので、私のやり方が悪いのかもしれないんですが、スタンプだともうここまでの感じになってしまうのかわからないんですけれども、山を足していきます。
ちょっとカーブが気持ちこっちきついんですけれども、これくらいで浅いフレンチはすごい簡単でした。これで深いタイプと浅いタイプをやったんですが、深いタイプはスタンプをその分ぐいっと動かしていかないといけないので、なかなか上手に引くことができなくって、最後に山も加えてですね、微調整をするのが多かったので、深いものだとちょっとスタンプを使う意味があるのかなっていうのは正直思いました。でも浅いのは割と慣れればすごく簡単に1回でぐいっと引いて少し山をですね足すだけなのでありだと思います。で、なんといっても反対の手をやっていくときにですね、スタンプを使うとすごく便利だと思います。長い爪だったらもうちょっと簡単そうなのでやってみます。爪が長い分、サイドの皮膚から外れた部分から山の位置ですね始まっていくので、このスタンプもすごく入れやすかったです。ちょっと保護テープ貼らなかったのでべったり爪について皮膚についてしまったんですけど、やっぱ長い爪だと皮膚から出た爪に対してやっていく分に関しては山のところですね、意外とちょんとできるんですけれども、短い爪だとどうしてもこの皮膚が邪魔してなかなかこのシュッとした部分がですね、このスタンプだけでは作れないかなと思いました。じゃあもう一つはシールを使ってペタンとやる方法をやっていきます。で、これシャネールのものを使っているんですけれども、この楕円の形ですねでフレンチラインを取っていきたいので、楕円であればどんなシールでも大丈夫です。じゃあまずパレットにさっきと同じように白をこんな風に引いていきます。で、まず深い方からやっていくので、少しですねちょっと深めと幅広く取ってもらうといいと思います。じゃあこれをスタンパーでポンと拾ってきます。上から見ながらこのままペタンと、で向こう側から押しながら手前にゆっくりと引くような感じでやるといいと思います。こんな感じです。でもちょっとずれてしまったのでちょっと難しいですね。もう一回いきます。はい、こんな感じです。じゃあこれを爪の上からポンとスタンプしていきます。両縁だけこんな風に貼ってみました。見ながらこういう風に当てていくといいです。押し付けてぐーっとやります。いい感じにできた気がします。左右意外と高さも同じ感じでいいんですけども、ただやっぱ細かく見るとちょっとやっぱりこの欠けている部分とかが気になるので、やっぱり微調整はしたいかなと。あと端もですねしっかりとできていないのでこれはダメなんですけれども、上のところができているのでジェルを足してあげればこのまま使えそうですね。ちょっとどんな感じになるのか足してみます。どうですかね。ちょっとやっぱりここの位置が正面から見るとすごい良かったんですけど、こっちの幅がですねこのラインでいくとやっぱり太くなってしまうので、こっちはまあいい感じかなと思うんですけれども、正面で見るとすごくいいんですけどね。ただやっぱり深めのフレンチはどちらにしても難しいなと思います。じゃあ次浅めでやってみます。じゃあ今度は浅めなのでこの丸のシール使っていきます。さっきと同じ感じでやります。こんな感じです。綺麗ですね。フレンチラインに合わせてぐーっと、はい、こんな感じです。いい感じなんですけど、ちょっと余分なところまでついちゃいました。これはティッシュで拭くだけで大丈夫そうなので一回シールを剥がします。左右山の高さもいい感じなんですけども、やっぱり山はこのシュッとしたラインがですねどうしても気になるので、こっちは結構いい感じなんですけども足りないところは足していきます。これで両方できたら触らなくていいんですけど、なんかやり方があるのかもしれないですね。少し微調整します。はい、こんな感じです。2つタイプやってみてですね、深いのはやっぱりちょっと意外と思ったより綺麗にできたんですけれども、浅い方が結構上手にできる気がします。フレンチいつもやっていく時はゆっくり丁寧にやっているので時間とかを気にしたことがなかったんですけれども、今せっかくスタンプをやったので実際書いていく感じだとどれくらいささっとやっていけるのかをですねやってみたいと思います。スタンプでも筆でもやっぱり最初の山の位置っていうのは緊張するんですよね。
こうやってフレンチを書いていると、やっぱりもう昔からこの筆で書くのに慣れてしまっているからか、やっぱり右と左をですねしっかり見ながらバランスを整えれるので、どうしてもこっちの方がやりやすいと思ってしまうんですけれども、でも本当に慣れてしまえばスタンプの方が気軽にやっていけるような気がしました。ポイントの形に合うように。そして書いていくタイプだと、フレンチのこのカーブの深さをですね、やっぱりこういう感じにしようかなというふうに微調整がしやすくなってくると思うんですが、もちろんスタンプでも1本単位で見ていくと微調整ですねできると思うんですが、10本同じようにやっていこうと思うと微調整のしやすさは筆かなと思いました。その時に合わせて使い分けしていくのもありですよね。さっきスタンプで刺してくねくね微調整したんですけれども、それと同じ感じですよね。こう考えると同じような感じなんですけれども、スタンプの方が左右がですね整っているので、本当に慣れてこればペタンとやってもらう方が楽なんだと思うんですけれども、まだ私は上手にぴったり合わせていくっていうのが難しかったので、まだちょっと娘とやっていく時にいろいろ考えていきたいと思います。今日やった中でこのスタンプを使ってグイッとやっていくタイプが極めていけば上手にできるかなと思うんですけれども、圧をかけてラインを作っていくので、このライン上のところが私まだ慣れていないこともあってちょっと厚みが出てしまったので、そこら辺を上手にできるようになればすごく便利だと思いました。あとはこの長い爪だと上手にですねできたんですけれども、肉があってもここみたいにですね綺麗にできるようなコツがあれば、すごくこのスタンプをマスターしていけるかなと思いました。また娘といろいろやってみたいと思います。でこれセットにシートがいろいろついていたんですけれども、これはまた娘とのチャンネルの方で遊んでみたいと思います。コメントで教えていただいてからこのスタンプはすごく気になっていたんですけれども、海外の動画とかを見ると結構簡単にスッとやっているので、すごく簡単にできるのかなと思ったんですけれども、意外とやっぱコツがいるんだなということは今回分かりました。ただやっぱり慣れれば上手にやっていけると思いますし、ただちょっと細かい部分を言うと動画の中でもご紹介しているんですけれども、やっぱり私は書く方が早いかなと思うので、右手でやるときは書いて、反対の手でやるときはやっぱり書くのってなかなか大変で時間がかかるので、このスタンプを使ってやっていくという方法を取るといいかなと思いました。